改めまして、チャンネル登録者数が23万人突破しました。本当にありがとうございます。改めまして、24万人、25万人、26万人、27万人、28万人、29万人突破しました。本当にありがとうございます。今日はプロッターというブランドの2002というシャーペンを購入しました。5500円の高級シャーペンです。これを開封して徹底レビューしていこうと思います。Amazon リンクとかは概要欄に貼っておきます。それでは早速やっていきましょう。プロッターというブランドはデザインフィルという会社が展開するブランドです。デザインフィルって他にもいろんなブランドを展開しています。有名どころで言うと緑ですね。緑のアルミウッド蒸気なんかは非常に有名ですよね。そんなデザインフィルが展開するブランドプロッターなんですが、このブランド名の元になったプロッタという機械があります。ヘッドにペンを装着し、コンピューターで作成した線の方向や長さのデータをもとに滑らかな線を描くという機械ですね。それにちなんで今回ご紹介するプロッターというブランドは頭で描いた図面データ、つまり発想というのを形にするための道具を展開しています。想像力を生み出すためのパートナーとしてシンプルなアナログの道具というのにこだわって作っているそうです。プロッターには筆記具シリーズがあって、今回はシャーペンを購入したというわけですね。レッドドットデザイン賞や IF デザインアワード、グッドデザイン賞も受賞してて、かなり実力のあるペンなんですよね。そういった前提条件を知っていただいた上で早速開封をしていこうと思います。日本語と英語で書かれた取扱説明書が入ってました。改めまして、こちらが今回購入したプロッターの2002でございます。税込み5500円。メイドインジャパンでございます。僕は Amazon で購入しました。カラバリとしてはシルバー、ブラック、ゴールドの3色ですね。全身真っ黒な感じが非常に男心くすぐられたので、僕はブラックを購入しました。いや、まさに圧倒的王者の風格ですね。普通のシャーペンとはかけ離れたデザインで異質なオーラがあります。このシャーペン、大きな特徴というのが2つあります。まず1つ目が全身ローレット加工のボディというところ。ローレット加工というのは金属や樹脂に細かい凹凸や切り込みを入れる加工のことです。表面がギザギザとしているのでグリップ性能が高くなるんですよね。一般的なシャーペンっていうのはグリップのみにローレット加工されているっていうのが多いんですよね。今回のプロッターは思い切って全身ローレット加工にしてしまったっていう非常に面白いシャーペンです。しかも素材が真鍮なので持ってみると非常にずっしりとしています。そして特徴2つ目としては回転繰り出し式のシャーペンというところです。にという感じでグリップと軸をひねり回してやるとカチッカチッと芯を繰り出すことができます。これまたマニアックな機構を搭載してきましたね。で、これ感動したのが回し心地が最高すぎるというところ。なんという上質なノック音。音も心地いいですが、回した時の感触も心地よすぎて感動しました。芯を戻す時は、ひねったまま芯を机にゆっくり押し当ててあげます。押し当てながら戻すと、パイプも一緒に引っ込んでくれますね。で、どうして全身ローレット加工にしたのかっていうのを考えてみたんですが、多分片手でノックがしやすいように配慮したんじゃないかなと考えています。少し力はいりますが、滑ることなく片手でノックできますし、芯をしまう時もなんとか片手でいけちゃいます。机に押し当ててしまうっていう方は手の骨格的にペンの角度が少し斜めになってしまうんですよね。なのでノック式のシャーペンと比べるとちょっと芯はしまいづらいかなと思いました。指で戻してあげるのがいいんじゃないかなと思います。でもノック式のシャーペンには絶対必要なノックキャップというのを完全に取り除くことができるので、非常にスッキリと洗練されたフォルムになっているってところはこの回転式の最も大きな特徴なんじゃないかなと考えております。癖が強すぎるシャーペンですが、もっと詳しくデザインの方を見ていこうと思います。公式サイトから引用しますと、かつて人が絵を描き始めた道具が一本の棒であったように、プロッターが作るボールペンとシャーペンはシンプルな筆記具の原点をイメージし生まれました。原始人が使っていた道具への原点回帰みたいなのがコンセプトなんですよね。なので配色も極限までスッキリさせて、遠くから見たら本当に棒に見えるこのデザインはとにかく異質な存在感があります。カーブ
ブを用いない直線的なボディっていうのも非常に変わってるなと思いますね。スペック見ていきます。グリップの直径は 9mm、ちょうどいい太さでがっしりと握れます。全長はガイドパイプが出た状態で 142mm、平均的な長さですね。で、重さは 30g となってて結構重たくなってますね。で、重心の位置は先端から 70mm ということで低重心ではないかなと思います。スペック的には、握りやすいけどかなり重たいのでそこまで書きやすい感じではないかなというふうに思いました。天井を見ていきます。年輪みたいな模様が施されてますよね。あくまでも僕の考察ですが、原始人が描いていた道具が木の棒だったことから年輪をモチーフにした模様にしたんじゃないかなと思いました。続いてクリップ。上の部分にプロッターのロゴが刻印されています。ステンレスを折り曲げて作った単純なクリップですね。かなり曲げやすいクリップで厚紙とかも比較的挟みやすいんじゃないかなと思いました。この絶妙に露出するシルバーの中間リング。これが僕的にちょっと気になりましたね。内側のパーツをマットブラックにして目立たなくしたり、そういう対策をしていればなお最高だったかなと思います。これの色違いとしてゴールドというカラーがあるんですが、そちらは剥き出しの真鍮ボディという風になってて、経年変化を楽しめるっていうのが魅力ですね。ただゴールドは指が金属臭くなってしまうので、それが苦手っていう方はブラックとかシルバーがおすすめです。ブラックは真鍮の上に塗装が施されているので、使っていくと塗装が剥げてゴールドの色味になっていくっていうのもまたかっこいいなと思いました。先端の口金の形状は若干オレンズネロに似ていますね。オレンズネロよりもさらにシンプルな仕上がりになっていて、より洗練されているなと思いました。先端のガイドパイプは約 3mm の長さとなってて、4mm のガイドパイプの製図用シャーペンと比べると、若干短くはなっていますが、十分上下も引きやすいですし、視界はかなり良好かなと思いました。回転繰り出し式のシャーペンってどういう構造になっているかすごく気になるので、分解をして中身見ていこうと思います。ボディ上のパーツを引っ張るとこのように分解することができまして、内側には黒色のパーツがありますね。こちらプラスチックでできていたんですが、この黒いパーツの上のところをにって回してあげるとノックができるっていう感じですね。で、この黒いパーツをくるくると回すと黒いパーツだけ分解することができるんですが、分解をすると真鍮の部品が出てきました。これは回転ではなく普通のシャーペンみたいにノックをすることで芯を出すことができます。つまりこの黒いパーツっていうのが回転運動を上下運動に変更させる、そういう役割を持っているんですよね。こういうところ非常に面白いなと工学部出身の僕は思いました。この黒いパーツをぶっ壊して中身どんな構造になっているかっていうのを見ていきたいんですが、さすがに壊すともったいないのでこれぐらいにしておこうかなと思います。で、さらにこの先端の口金を回すことで内臓を取り出すことができます。で、この口金をさらに回してあげると中身こんな感じになってまして、ここら辺は普通のシャーペンによくある構造となっています。もちろん金属のチャックですし、先端の方には真鍮のパーツがたくさん使われているのでかなりがっちりとした構造で、こういうところが書いてる時のコツコツ感にいい影響を与えてくれるんですよね。回転式っていう非常に面白いギミックなんですが、中を開けてみるとほとんど普通のシャーペンと同じ仕組みなんですよね。ただ回転運動を上下運動に変更させるパーツが入っているか入ってないか、これがかなり大きなキーポイントとなってくるっていうのがこのシャーペンの面白いところだなと思いました。では書いていきましょう。書いてみてびっくりしたんですが、これ書き心地がめちゃくちゃいいんですよね。ペン先が収納できるギミックなので、正直ペン先がぐらついて書き味あんまり良くないんじゃないかなと、あんまり期待してなかったんですよね。ですが蓋を開けてみると非常に安定感があってがっちりとした書き味でした。それからずっしりとした真鍮ボディということもあってかなり重厚な書き味を楽しめます。僕の好みの書き味をまさに体現してくれたかのような、それほど驚いたシャーペンでした。それから全身ローレットグリップっていうのもポイント高いですね。触れるところすべて滑り止め効果が発揮されているので絶対に滑らせないという意気込みが伝わってくるほどです。わかりやすく例えると蜘蛛の巣に引っかかって抜け出せなくなってしまった虫の気持ちみたいな感じですね。書きやすさに関してですが、正直早く書くのは向いてないかなと思います。30g と重たいですし、一般的なペンの天井部分っていうのはノックキャップがあったりして、ここら辺かなり軽くなっているんで
ですが、このプロッターのシャーペンは天井部分までずっしりとした真鍮のパーツを使用しているので、ペンの中心周りの完成モーメントっていうのが普通のシャーペンよりも大きくなるんですよね。なので体感としては 150mm ぐらいの長さのシャーペンで書いているような、そういう感覚がありましたね。なのでなんか素早く書くっていうよりかは、書こうとする力が制御されるので字が綺麗に書ける、そんなシャーペンなんじゃないかなと思います。正直勉強で使っていくようなシャーペンっていうよりかは、なんかちょっと気分転換で書くのを楽しみたいとか、あと本当にちょっとしたメモ程度でしかシャーペン使ってないよみたいな、そういう方におすすめできるシャーペンなんじゃないかなと思います。なのでこのペンは実用性というよりかはラグジュアリーに振ったペンなんじゃないかなと思いました。僕が使ってみた感想をこのようにレーダーチャートでまとめてみました。正直なところ書きやすさに関してはいまいちなので、逆にその使ってて喜びを感じられる部分に関しての評価は非常に高くなっているので、非常に趣味性の高いシャーペンだなと思いました。ノーマディックとコラボしたポケットを詰め込みまくった僕の理想的なリュックがすごい勢いで売れております。本当にありがとうございます。初期ロットを500個製造したんですが、予想を上回る勢いで売れているため、発売1週間もしないうちに再生産をしてもらっております。限定品ではないんですが、もしかしたら今後入荷待ちとしてちょっとお待ちいただく可能性もあるので、もしそうなってしまったら申し訳ないです。詳しい情報とかはインスタグラムのストーリーズとかでつぶやいていこうかなと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。